今日はじゃあローレックスの話お願いします。いいですよ。今からローレックスの話しますから、みんな聞いててね。はい。よろしくお願いいたします。はい。ですね、金のローレックスをしようじゃないかっていうことです。で、金のローレックスしてるとですね、景気よく見える。金持ちに見える。で、これからの仕事はね、金がないと思われると、物が売れないんです。わかります。その通りですね。なんでかというとね、パッと会った時この人貧乏だなと思われちゃうと、一生懸命売ろうとすればするほどね、お金がないんだとか思われちゃうんだけど、お金持ちだと思うと一生懸命こう説明すればするほどいい人だと思われちゃうんですよ。で、実際ね、これも何人か実験してんだけども全然違うんです。でこの前もね、ロレックスしたら、いきなりね、今までよく話聞いてくれなかった人までがね、話聞いてくれるようになった。だからよくお医者さんが権威があるどうのこうのって言うけど、権威どうのこうのっていうよりも、お医者さんはお金持ってると思ってからみんなね、あれだよ、言うこと聞こうと思うんで、一番貧乏な仕事が医者だよとかって言ったら、医者になり手もいないし、話聞き手もいない。それから、家が傾いてるようなね、病院に行きたがる人とかっていないでしょ。それと同じように、そういう貧乏人だと思われたらダメなんだよ。結局あれだよね、頭いいか金持ってるかを人は偉いと。そういうことね。だけど私たちはバカだから。そういうこと。もうね。学歴も言えないしね。ね。で、みんなも月の大原則とかって読んでわかると思うんだけど、自分がどうじゃなくて人がどうやって見えるかっていうのが大切なの。それから月の大原則みたいなのもみんなも読んで知ってると思うんだけど、いくら自分の殻を打ち破れててもね、殻が破れないんですよ。ところがそういうのがローレックスやなんかしてると、自分に自信がつくんです。で、このテープ聞いた後、実際に手にローレックスつけてもらいたい。その時の自分の感じ、そういうのを見てください。だから本当にもうね、本当に、特別にね、うちの人たち安く買えるルートもあるし、本当にみんなが得になるようなことをで話してるから、あとは載せてみればみんなも本当に欲しくなる。やっぱりね、世界で一番なんですよ。で、中にはピアジェだとかいろんな高い時計なんかあるけれど、誰もわからない。わからないようなものにしててもダメ。趣味じゃないからね。そういうことは趣味でやってんじゃないんだよ。これはあくまでも仕事のためだからね。それと各社長ね、みんな大変な思いしてこのロレックス持ってきたりするから、タンスにしまっとくような人は絶対買わないでね。タンスにしまっといたって売り上げには全然上がらないからね。本当にこれはユニフォームとして必要なの。ね。だからおまわりさんだったらちゃんと制服とかピストルとか手錠とかいるでしょ、それと同じように商人として必要なんだよ、ね、儲かってる商人。そう200円のタバコをさ節約してたりするような人が3500円ちょっと大きい声で言って。200円のタバコをこう節約してほらやったりしてるような人だと、3500円の膝腰が高く思っちゃうじゃないですか。そうすると毎日パワーと一緒にっていうのがどうしてもクッとこうなんとこう弱腰で言うようになっちゃうと、その来たお客さんもせっかく買ったのに1個しか飲まないで治んないとか、それから自信持って言わないからなんつうの、そのまま相手も信じてもらえなかったり、結局ね勝手にねこの人お金持ってないんじゃないかと思って遠慮がちに言うと、お金を持ってないんじゃないかと思って遠慮がちに言ってるように見えないんですよ。自信がなくてうじょうじょ言ってるように見えるんだ。だからあんたの考えてることは全然逆のことなんだよって逆現象になっちゃってるんだよね。だからもうカスカスで生活とか普段過ごしてる人に一発逆転するには腕にロレックスしかないんだよね。いつもそうやって豪華なものを見てると何百万もするものだから、こう膝腰とかも当たり前にもうこんなの治るのにこんなの安いよって。それとね、
お金持ちの人が一人来だすと友達は全部金持ちなんです、そうなったもうね、貧乏な人の友達って見劣らぐらい貧乏なんですいやだから付き合えるんだもん。そうなんです、だからお金持ちの人が一人来ちゃうとその昔お金持ちの人っていうのはその人が何持ってるかとか何つけてるか見てるの、すごいわかる。でね、お金持ちの人ってのはお金持ちしか信用しないの、本当なんだよ。だって貧乏してるってこと自体が物が売れてないんだ、売れてないのは商品が悪いんだ。それは当たり前。それは当たり前だよね、だって儲かってないんだもん。そう病院で傾いてる病院があった時、ね、まずここはやぶ医者なんだ、下手だから来ないんだと思うよね、先生の腕がいいとは思わないよね。思わない。それと同じようにあなたたちもそういう目で見られてるんだよ、ね、だからよくホテル行って帝国ホテル行こうがない人がジーパンで T シャツで行こうがない人がねパッと時計見ていい時計してると全然違うんだから時計ジーパンまでが何万もするようなジーパンに見えるの。あとね本当は商人としてよくないけどデパートのさシャネルでも何でもさこう高級ブティックに入ると時計とか絶対見てるんだよ。本当態度違うよね。それとね中にこれ聞いてる人でロレックスって何ですかって人もいるんです、知らない人もいる、見たことない人もいるんです、でもあなたは知らなくても客は知ってるんですよ、しかもお金を持ってるお客さんと。お金を持ってるお客さんでお客さんを戻してるロレックス知らない人いないんで、お金を持ってる人っていうのはまず頭がいいんです。でなぜかっていうとお金っていうのはある程度頭が良くないと持ってても維持できない、増やすなんてね、もう増やすこともできない。それを持ってる人っていうのは最終的にお金より命のが大切だとか知ってんの。だから健康になるもの、それから美しくなるものにお金を惜しまないの。何十万、月何十万でも出すと死んじゃったら終わりだから。貧乏人だけでは命を惜しまないの。体に悪いやつにずっと酒飲んでるとか、ね、体にいいもの飲みなすってああじゃないこうじゃないって飲まないの。ね、でそういうことをきちっとしてるの。でそういう人っていうのはこれはいいよとかって芋づる式でお客さんっているの。でこれは言いづらいことなんだけど全員とは言わないよ、だけど特約になる人やなんかっていうのは大概はお金がないから自分のところへうちへ来たりなんかして特約になるの。だからその貧乏癖が抜けてないの。権利金もないしね。権利金もうちみたく権利金が何百万だとか何千万だとかって言えばある程度お金のある人が来るの。だけどお金のない人が来るのでそれはそれで悪くないの、お金がないから頑張ろうって。でも頭の中で貧乏考えが染みついちゃってんだよ、でそれを取ってあげるために一生懸命私もテープ入れたりとかそれから講演会やったりとか月の大原則読ましたりとかするの。頭には分かっちゃってるけど、ね、自分も貧乏親も貧乏じいちゃんも貧乏だったとかもうね貧乏勢い貧乏漬けになっちゃってるの。漬物みたくなっちゃってるんだよすごい味がしそうだね。ね、だからそれをどっかで切り替えなきゃいけないんだ。それにはそれで道具がいるの。形から入んなきゃいけないの。ひとりさんとかね、自分たち社長にもね同じようにしてくれたんだよね。だから一番最初うちの10人の社長がやったことって何ですかって言うとロレックス買いに行ってロレックスしてね、それから外車買ってっていうふうになってきたの。だからそれと同じような順番でもちろん極端なこと言うとおかしいけどサラリーマンって節約なの。貧乏人は金出さないことばっかり考えるんだよ、だけどこの前今石井沢さんのテープ聞いてもらっても分かるけど今まで膝越しだけ売ってた人が膝越しと毎日パワーをセット売りしただけでローレックスができちゃうんだよね、それが本当は商人なの。でそれを今度お客さんが何人か増えてきちゃったりするとベンツに乗れるようになっちゃう、ね、でみんなそういうふうにやってうちの社長たちも外車やなんか乗るようになってきたんでね。でそれと同じことをみんなもしていかなきゃいけないので難しくもなんともないの。石澤さんも今売り上げが上がってて、ね、倍以上になったっていうけど本当に俺が講演会で言ってたことを言っただけなの、でよその人は沖縄から北海道まで言って歩いたけど信じないでやらなかったの。やったら苦もなく売り上げって上がっちゃうの。
それと同じように手にローレックスして相手と同じこと対談した時、あまりの楽さにびっくりしちゃうの、ね。そうすると外車に乗るのに本当にわけないので、わけない階段を教えてあげてるのに、そんなわけないそんなわけないっつってやらないの、ね。でそんなわけないのが貧乏漬けになっちゃって、頭が貧乏漬けになっちゃってるから、そんなわけないそんなわけないって、そんなに人生うまくいくわけないってね。うまくいくわけないんだもんね。それは塩漬けの桶の中入ってりゃ貧乏漬け世の中しょっぱく見えるよ、ね。だけど自分で好きに入ってて抜ける方法がいくらでもあるんだよね。それを抜ける方法を考えていかなきゃいけない、ね。まずロレックスやってごらん。それでまず欲しい人から買う。で買った人の様子見ててごらん。話聞いてごらん。そしたら現実にわかるから。でみんな自分たちもお客さんで金のロレックスなんかした人が入ってきた時、金持ちだなと思うから、知らないうちに丁重にしてるから。間違いない。自分はかかってるよ、その技に。自分はそれにかかっててすごい人だ、ね。でそういう人でもしお金持ちに見えてえばらない人がいたら、コロッとあんたたち好きになっちゃうから、ね。それなのになぜ自分はできないのって。いい武器よね。ね。だから武器持たないで戦いに行っちゃダメだよ。切り殺されるだけなの。聞いてくれない。特に金持ちはね、お金持ちはね、貧乏人が怖いんだよ。覚えてきな。貧乏人をバカには絶対しないんだよ。バカにする人っていうのはめったにいない。ただバカにされてるように思うだろうけど、そうじゃないんだよ。貧乏人が怖いの。なんで怖いかっていうと、ね、下町来ると捨ててこでこうやってビールやなんか飲んでる人見ると、俺たち下町で生まれた人間は大工のおっちゃんでいい人だなとかって思うけど、山の手にそういう人っていないんだよ。下着で歩いてる人とか、寝巻きで歩いてる人とか。ね、そういう人がそばに歩いてきただけで、頭かなんかバカって殴られてなんか取られるんじゃないかと思うんだよ。裸だもんね。それはね、私たちから見た悪いけど、ホームレスぐらいの、なんか極端と感覚に、それぐらい思っちゃう。ね。わかるかい？だから、うちにはいいお客さんあんまり来ない。あんまり来ないんじゃないんだよ。おっかながらせるようなことをしちゃいけないんだよ。わかるかい？相手の人がパッとこうやって見たとき、ロレックスしてたりなんかしてると、ここはお金持ちなんだ。お金持ちが3500円私から騙し取るために、こんなに一生懸命説明なんかしないんだ。この人は、愛情があって言ってるんだ。ね、これセットで1万円、ね、1万円いくらで飲んだ方がいいですよって言ってるのが、ね、金のなさそうなやつだったらこいつ1万円取ろうとして、要するに1万円が欲しいんじゃないんだよ。変なもん飲まされるのが怖いんだよ。1万円を怖がってんじゃないんだよ。金持ちっていうのは。わかるかい？わけのわかんないもん飲まされるんじゃないかっていうのが怖いんだよ。ね。ところが、ね、ロレックスぐらいしてる人がこうやって喋ってると、ね、たかだか1万や2万のことで嘘つくわけないんだ。で、親切だしっていうことになったら、いくらでも紹介してくるの。いくらでも仲間がいるの。でね、怖くて怖くてしょうがない人が勇気振るって入ってきたんだよ。ね。それを誠意でだとか善意じゃないの。金持ちは貧乏人が怖いんだよ。ね。と思うだろうけど、あんたたち、俺のテープ聞いてる人、自分が金持ちになった時分かるよ。夜道歩くのが怖くなるんだよ。金がねえ時は平気ででかい声して酔っ払って歩いてるけど、懐にね、100万もいつも入れててみな。酔っ払いが近づいてきちゃうだけで殴られるような気がするんだよ。ね、金持ちってのは体に何百万もくっつけてんだから。わかるかい？怖いんだよ。その代わり、体にいいもんがあったら欲しいの。それは求めてるんだよ。ね、あそこなら安心だよって、金持ちの仲間がね、紹介してくれるようなとこあったらいくらでも行くんだよ。芋づる式にいるんだよ。ね。100人に1人は大金持ちなんだよ。何億っても金持ってんだよ、日本の国は。ね。わかるかい？でね、50人に1人は中金持ち以上なんだよ。大金持ちは100人に1人いるんだよ。中金持ちっていうのは、こんなこと言うとおかしいけど、50人に1人か下手すると40人に1人ぐらいいるんだよ。だってさ、
思ったけど、山手だけがお金持ちないんだよね。下町だってビルもあるしアパートもあるし、マンションもあって、そういうこと持ち主がその辺に日本って国はお金は実は平均的散らばってるの、なぜかっていうと国が集めた金を平均的にばらまくから。で日本はどこにでも金持ちがいる国なの、ね。それでいいかい、日本の国民が一人頭1000万持ってますよと。持ってないやつって何人もいるよね、ってことは誰かが持ってるんだよね。そう、わかるかい、わかるわかる。ね、50人に1人金持ちがいるって言ったら、日本の中の総人口50で割ってみな、とんでもない数いるんだよ。100でもし割ってごらん、とんでもない数の大金持ちがいるんだよ。ね、それでよく言うんだけど、みんなお医者さん行っちゃうのよ。嘘だよ。だって医者だって健康食品飲んでんだよ。医者の奥さんだって飲んでんだよ。健康になりたいとこで、薬って病気になってから飲むんだよ。病気になりたくないやつって5万といるんだよ。感覚がずれてるというか、お金持ちって3500円が安いと思ってるから、逆に安くて引かないんじゃないかと思ってる。そういうことね。それが高いんじゃないかと思ってる、すごいギャップがあるから、その頭はね、こうカチンってやった方がいい。でもそのためにロレちゃんなんですよね。ね、石澤さんが、ね、福島の田舎でやってたって、ね、お金持ってるってことが分かってびっくりしたって。極端なこと言うとね、みんなお金がないって言ってるけど、もしその人がお医者さん行って、ここの膝が痛いのに手術に30万かかりますよって言ったら、どうするんだよって。それが手術もしないで、ね、治っちゃうの。1万4000いくらですよ。10日分やってくださいじゃなくて、短期集中でまず20日やって、これで治しましょうよって言ったら、20日分の2万8000円か、忘れちゃう。2万8000円誰だって出すよ。それとさ、本当にお金のない人は3500円すら買わない。それでね、1万円か2万円も持ってない人が3500円絶対買わないよ。でもし本当に3500円しか持ってない人がいるんだとしたら、あんたらがかわいそうだと思うような人がいるんだったら1個も売っちゃダメだよ。だって1個ぐらい飲んだって気休めなんだよ。だってそんな人に売っちゃダメだよ。いやほらヨネちゃんが言ってたじゃん、石澤さんが3500円の1個でいいやって言った人を、だったらまんじゅうでも食っちゃいなって、その方が楽しいよって言えるようになって、本当に気持ちから愛情で断れるようになったらパーンって壊れた。それが金持ち考えなのね。でね、売る人って必ず客単価が高いので、客単価が高い人は必ず続くので、続いて友達が連れてこようが何しようみんな金持ってるんです。でね、どっかでね、一回自分が金持ちに挑戦しなきゃいけないの。どっかで自分の貧乏考え捨てないと永久に貧乏してなきゃなんないの。くすぶってる人はセット売りできてないの。で儲かってる人は必ずセット売りやって自信持って1個ならいいよって断れてる人。1個の客でももったいなくて断れないっていうこと自体が貧乏くさいの。いや本当だよ。よくわかる。いいよ、そのぐらいの客だったらね、来ないでいいよとかってね。だってかわいそうだもん、1個しか買えないんだから。たかだか3000円でもすごい金だと思って売り上げ上げようとしてるのよしな。もうね、ずーっと永久にね貧乏してるね。でそういう客ばっかり集めてると、最終的にね、同じ薬屋さんでもあそこ行くとね、5円安いとか1円安いとかでみんなそういう客って行っちゃうんだよ。そんな客ばっかしね取り合ってたってしょうがないの。ね、いらないからそういう客ってね。うちに来る客はね、質が違うんだ。ね、うちに来る客はね、なんつうの、もうみんなね、金持ってる人なんだっていう。でね、金持ちに安心させて、金持ちが来れるように。ね、それを、ね、私いくらって貯金通帳見せられないでしょって。あとさ、お金持ちに見てあげるって相手は嬉しいんだよ。私たちだって、すごくお金持ちな、ね、綺麗な人たちだねって、この間歩いててさ、うちのスタッフとかとみんな言われて、喜んでね、嬉しいもんだよね。それもおかげさまで、ロレックスか指輪をみんなギラギラしてたからね。してなかったら見えない。見えない、あんな汚い隠しでみんなしてる。見えない。観音前の途中なんだから。
本当にそうなの。いやロレックスってね3ついいことあるなっていうのは、この間ほら指輪をね、大きい指輪をはめるようにしたらお客さんがさ「すごい儲かったんだね」って言って急に話を聞いてくれるようになったって言ってたでしょ、かずみさんと。それと同じで、まずよく話を聞いてくれるようになるじゃん、ロレックス。あともう一回、ロレックスをしてるとイミテーションつけてても本物に見える。それからジーパンとか履いてても好きで着てんだなと思われるか、2900円のが1万円とかに見えちゃう、相手から。それとね、お金を持ってる人の話は聞くの。わかるよね。それと貧乏人の話は聞かないんだよ。いい話してるもクソもないんだよ。私貧乏公家ってのいっぱいいたの。落ちぶれちゃって貧乏公家になっちゃうとバカにされるだけなんだよ、本当に。そうだ、惨めな話がいっぱい載ってるよね、本にね。だからお金持ちだと思われなきゃダメなの。それとよくなんていうの、公務員になりたがるっていうの、安定してるだけであのぐらいになりたがるのがいるんだよ。嫁にまでやろうってのがいるんだよ。あれ安定してるだけだよ。金持ちじゃないんだよ、別に。それだって憧れるんだよ。ね。だから貧乏人だと思われたらもう仕事としてはものすごいマイナスなの。だから知らないうちにものすごいマイナスを負ってるの。これさ、人間の本能だからしょうがないよね。お金を持ってる人が好きなんだよ。尊敬しちゃう。だからお買い物行ったり食事に行ってもさ、なんすの、ロレックスとかそういうのしてない時は負けてもくれないし、別に普通に態度もさ、なんか横柄にされたりする時あるんだけど、こう指輪とかロレックスとかしてると大倉とかの買い物行ってもさ、いきなりさ何割引きのカードくれたりさ、いきなり値引きしてくれたり、もう貧乏な人に値引きしてやんなよっていうね。で食べに行ってもさ、いろいろおまけ出てきちゃってね、いやいいですって言ってるのに、で貧乏な時は出してもらえないね。そうだよ。逆なんだもん。逆なんだよ。だからよく世の中ってそうなんだよ。偉くなるとお歳暮だとかお中元でもらい物が多いの。で金持ってんならもらったってしょうがないんだよ。だからない人にあげなって言うけど、ない人のところに持ってくやつっていないんだよ。お中元でもお歳暮でも必ずないやつがあるやつに持ってくんだよ。でお金だけはね、水は高きより低きに流れるんだよね。水はそうじゃないの。お金。じゃあごめん。金はあるところへ流れるので、あるっていうのはどうしてあるように見えなきゃダメなの。月の大原則読んでみんなわかるでしょ。どうやって見られる？この人はお金があるんだと思えば流れてくるね。わかるよね。よくね、それをありますよっていう証明なの。お金がありますよって、そこから始めるのね。で、会社なんてのは1000万出して買っても3年後には半額なの。もうね、10年後にはもらったやつが困っちゃうの。ただ、ところがローレックスだけは、俺がのローレックスはもう30年近く経つんだけど、30年経とうがローレックスなの。金のローレックスはローレックス同じなの。それでおじいちゃんから子供にやったってロレックスなの、ね。車なんかおじいちゃんのやつもらったらえらいことになっちゃう。修理代でえらいことになっちゃう。部品になって大変。ね、金のロレックスはロレックスなの。ね、そのぐらいずっと役に立つので、出打ちが全然落ちないんだったら早く買った方がいいの。早くしてた方が得なんだから。そう。だからさ、もしね、貯金がね結構あるったりいろんなことするんだったら、ずっと寝かしとくんだったら、そうやって見えるようにした方がいいよ。そうよ。買って。で無駄遣いじゃないんだよ。商売で使うから。あと指輪とかタンスにしまってんの白っていうのはさ、金の波動がいいのもあるけど金持ちげに見えるからやって。それとね、今さらタンスから引っ張り出してもダメだよ。なぜかというと、貧乏くせえ時買ったやつなんか、絶対貧乏くせえね指輪しか持ってないの。私がいいの紹介します。そんなの引っ張り出してしてたってダメ。それだったら本当のイミテーションの何千円のデザインのいいやつしてると、ローレックスしてると本物に見えるね。そういうこと。まずね、ローレックスから始めた方がいい。でこれは仕事の話してんだよ。仕事で使うんだっていうこと、このことを頭の中にしっかり入れといてもらいたいのね。そうすれば商売の意味合いでわかるからね。じゃあそのことがわかんないと、買ったんだけどまだしまってありますとかっていう
じゃあ返してもらおう。ことになるからね、それだったら返してくれって話になっちゃうからね。お金欲しがってる人いっぱいいるから、ね、しっかりそのことが分かってる人間、それがしなくちゃしょうがないんだよっていうことです。なもんかな。あとついでにさ、髪の毛もきれいにして、それからね、した化粧して。いいですか、洋服選ぶとき同じ1000円のもの買うんでもどっちが金持ちに見えるかだよ。ベージュ色だとか群青色だとかよくわかんないな雑巾みてえ柄のばっかり選んでちゃダメだよ。ね、雑巾だってあんな汚い雑巾ありませんっていうの服平気で着てるけど、清潔ならいいんだとかって言うけど、商人はそうじゃないよ。ねえ、清潔ならいいんだなんつってたら絶対そんなことないんだよ。そんなに商人って甘い商売じゃないよ。それだったら白い T シャツに白衣を着てロレックスしてもいい。下にスラックス。昔ね、贅沢禁止令っていうのが江戸時代あったの。ね、贅沢してると逮捕されちゃったんだよ。ね。それぐらい贅沢しちゃいけないって言われても、金持ちやなんかは、ね、わざと紬で叱らないようなの作ってみたりとか、ね、あれでしょ、大島だとか、あれなんか泥染めしてわざと光を落としたり。そうなんだ。そうだよ。ね、それから羽織の裏やなんかにものすごい柄の入れたり、結城紬なんか何百万ってするって言ったって、ああいうのなぜ着るかっていうと、わからないんだけどグッと見て金持ってんぞってわかるように、そこまで努力してんだよ、みんな金持ちってのは。それ今贅沢禁止令も出てないこの世の中に、ミラーボールにしちゃえって。ね、本当にね、そんなね格好してたら雑巾みたいの着てて貧乏くさくてね、あれから頭でもなんでも叱らせろっつってんのに、もうね、頭振り乱してんの、長屋のババアじゃねえんだからやめろっての。顔もカサカサしちゃう。ねえ、で顔はカサカサでクリーム振ってんだろって自分のところに。シャンプーもさ、もうシャンプーだってあるでしょっての。ね、しっかり自分の顔見て金持ちに見えるかどうか、豊かそうに見えるかどうか、そこから始めなきゃダメなんだよ。貧乏臭い格好してちゃダメなんだよ。で、貧乏臭いから貧乏人しか来ないのよ。だから貧乏これでいいんだじゃないんだよ。ね、俺たち商人の仕事ってのは金持ちからいっぱいお金集めて、それをぐる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 下に回してあげなきゃしょうがないんだよ。ね。ないやつ乾いたタオルまだ絞るようなことをしてたってしょうがないだろうっての。ね。だからみんなできれいにして豊かそうにして、ね。今洋服なんかいっぱいあるの。その中で豊かそうに見える服ってのあるの。それを選ぶんだよって。私の趣味でって、あんたの趣味なんか聞きたくねえんだよ。だいたい今の趣味がよくねえからそんなことになってんだから。ね。ね、あんたの趣味なんかで、それともなかったら誰かに選んでもらいな、金持ちそうに見えるの服知ってる人いっから買ってきてもらうとか、安くたっていくらでもあんだから。あるある。女の人のは特にあるよ。あるよ、女の人なんか安くてもいいのいっぱいあんだから。あるある。分かったかい？ね、まずロレックスから始めて、で豊かそうに見える。ね、金持ちから怖がられてんだよ。なんで怖いかって言うと、親しくなって金貸してくれって言ったら断るの辛いんだよ。よく断られて私傷ついたとか、断ってる方だって傷つくんだよ。ね、人が金借りに来てんのに、あんたには貸せないわよって、今まで仲良くやってればやってるほど断りづらいんだよ。だから貧乏人とは仲良くなりたくないんだよ。金貸してくれって言われた時に傷つくんだよ、断るのに。そのこと、相手のことが分かんないで、さも自分が傷ついたみたいに思ってるけど、逆だよ。向こうは何も悪いことも何もしてないんだよ。それなのに、あなたにはお金貸さないの。貧乏人は楽なんだよ。ないんですって言えばいいんだよ。ある奴が貸さないってことは辛いんだよ。あるの出さないんだから。だけど、そうですかってみんなに出してたら、たちまち貧乏人の仲間入りしちゃうんだよ。そう。ね。5万というもっとだもんね。ね。だからこそ付き合いたくないんだよ。わかるかい？ね。それは真理なの。自分が金持ちになった時わかる。ね。怖いんだよ。ね。殴られて取られんじゃないか。ね。頭下げて涙流して貸してくれって言われんじゃないか。両方嫌なんだよ。わかるかい？みんなね。相手のこと考えてあげな。ね。そしたら、自分は借りる気なんか全然ないよね。
マルカンの仕事してて客に金貸してくれなんて言わないよね。でも相手には分かんないんだよ、そのことが。ね。そしたらパッと見た時、景気をさぞにしてロレックスでもしてて、おかげさまでね、うちは景気がいいんですよ。なんとか家族でね、なんとか食べていけるんですよ。家族でなんとか食べてますっつったって、手にローレックスが光ってりゃ、これがなんとかで、ね、あ、謙虚な人なんだな。それが、薄汚い隠して、なんとか食べてんですよって、本当になんとか食べてると思うんだよ。辛い。謙虚でもなんでもないんだよ。本当のことを言ってどうする。ね、わかりますね。はい。はい、では一旦終わります。この前のローレックスのね、続き話します。無駄になるかもわかんないけど、ちょっと聞いててください。はい。ですね、今現在ですね、お金持ち、よく年寄りって言うんだけど、年寄りっていうのは非常にお金持ってるんですよ。ない人もいますよ。ただ、金持ちっていうのは、金の入ってくる道があるんですよ。駐車場持ってるとかね、アパート何軒か持ってるとか、ね、必ず金の入ってくる道があるんですよ。ところが、最近の商人がだらしねえから、安いばっかし考えてるんだよね。だからなんつうの、電気の安売りだとかなんとかの安売りだとかずっと並んでるんだけど、貧乏人の金を一生懸命取ることばっかり考えてて、金持ちはね、ちょっと安いぐらいで並んだりしねえんだよ。それと今現在、例えば電気製品なんか安いですよって、電気製品なんか1回買ったら10年持つんだよ。ほとんど持ってんだって言いたいんだよ。ね、そうするとそのないやつの金狙ってぐる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 回してるとどうなるかっていうと、金持ちは金入ってくる道を持ってるから、10年前より今のが金貯まっちゃってるんだよ。ね、だから世界、要するにじゃあその道はどっからできてるんですかって言うと、貧乏人の方から金が行くようになってんだよ。大家が店子に金を渡してるの見たことねえだろ。必ず店子が大家に金払ってんだよ。ね、ってことは金のねえやつから金のある方へ金が流れるようになってんだよ。それが仕組みで。それなのに安売りばっかりしちゃって、1円安いっつって目の色変えてくるやつは金がねえんだよ。ねえやつからばっかり金取っていくと、ねえやつはさらになくなんだよ。で上の方はね、落ち着いてこうやって家でテレビ見たりなんかしてんだよ。行くとこなんかありゃしねえんだよ。だからどうなるかと、貯金が増えちゃうんだって。自然の摂理なんだよ。ね、俺の知ってる人だってアパート何軒か持ってる人いるけど、それで貯金が増えちゃってんだよ。ね、でそのことをしっかり頭に入れた時、本当に起業家っていうのは金を持ってる人でなんかねえかなと思ってる人がいっぱいいるんだよ。本当はそこから取らなきゃダメなんだよ。使い道探してんだよ。ね、だから若くいたいだとかシワ伸びるとかってね、シワも100ぐらいあったって、まあ、日本やったってしょうがないけど、当時は100が99になれば嬉しいんだよ。ね、あと80あんだからね、10ぐらい減らしたってしょうがないでしょって言うけど、当人は減りゃ嬉しいんだよ。でそういうのがあれば何万円だって出しちゃうんだよ。で本当はそこから金を取ってこなきゃいけない。マルカンの仕事ってのはそういう人が喜んで出すような、ね、足が痛いのよだとか肌きれいになりたいのよとか、そういう人が喜んで出す仕事なんだよ。だからそういう人たちが安心して付き合えるようにローレックスもしなきゃいけない、何しなきゃいけないよ、ね、だから最近テレビ見てみな、どっかで、儲かってる企業、なんとかの企業全部安売り屋なんだよ。ね、だから安売り屋が増えて儲かってるって言いながら、企業もよくなんねんだよ。日本の国内もよくなんねん。全然よくなんねん。なるわけないじゃないかって。貧乏人ばっかし狙ってんだって。貧乏人じゃダメなんだよ。ちゃんと金持ちをね、で金持ちってのは落ち着きもあるんだよ。ね、で焦ってもいないんだよ。ね、だからチラシ巻いてね、1円安いですよって言ったから、ね、目の色変えてこないんだよ。だからそういう人がちゃんと買いたくなるようなものを一生懸命お社長は作ってんだよ。ね、だからそういう人たちを集めてそういう人に売る、それでちゃんと経済を動かすことがマルカンの使命なんだ。これができない限りいつまでたっても
どんどんお金は使わないところへ溜まってっちゃうんだよ。溜まった分だけこっちは苦しくなるんで、下がだんだん苦しくなるの分かるでしょ。向こうへ溜まってっちゃってんだよ、ね、だから下の方はどんどん上がってって、下から下ろす人がいないから、ね、どんどん苦しくなってっちゃうんだよ。で1200兆円あった金が1400兆円ですよ。その分みんな金持ちのところへ溜まっちゃうんだよ。わかるよね。これから今だってそうなんだよ。これを下ろす我々きちんとかまともな仕事しなきゃいけないんだよ。それで下へ下ろしちゃう。で OK ですね。はい、終わり。